皆さんこんにちは。ザ・リアル京都のゆうごです。今日は4月4日、今京都駅に来てます。京都駅、いやもう京都駅といえば京都の中心地ですよ。そしてもう4月なので裏のね京阪ホテルの前の桜がほぼ満開です。8分咲きぐらいかな。で、寒っ。いや風めっちゃ強いですわ。ごめんなさい。なんかほんでね、今日何をするためにこれ動画撮ってるかというとですね、もう京都もね4月4日になりまして、ソメイヨシノがもう満開、ほぼ満開に近づいています。で、4月5日6日の今週土日ね、明日明後日はもうすごい桜が満開になるだろうというところで、今日はねちょっといつもと違う動画を撮りたいなと思いまして、なんかいつも結構歩いてるじゃないですか。今日はね自転車に乗って、自転車で行けへん、自転車でしかできないようなことをしたいなと思いまして、今日はね鴨川沿い、京都の鴨川沿いの桜を自転車に乗って調査していきたいなと思っています。で、僕自転車持ってないんですけど、京都のね京都駅になんか京都エコトリップさんっていうレンタルサイクルのお店があったんで、ちょっとそこでね自転車を借りて今日は鴨川を北の方まで登っていこうと思います。ということで早速自転車を借りていきましょう。ということで京都エコトリップさんやってきました。金額が、1日かな。これ1日で普通の自転車やったら1200円、電動やったら2400円みたいな感じみたいです。ちょっとね、僕は今日はこの電動アシスト自転車を借りまして、ちょっとこれだいぶ日焼けしてますけど、ここ今京都駅ですよ。こっから鴨川に行って、この鴨川をずーっと渡って下鴨神社通り過ぎて府立植物園ぐらいまで行きたいなと思ってます。ということで借りてきました自転車。いやしかも僕ちょっと僕京都人やったんで全然気づかなかったんですけど、これ見てください。宿泊先で返却できるらしいんですよ。これすごないですか。なんかホテルで返せるらしいです。どこのホテルでも行けるのかな、ちょっと分かんないんですけど、最後に聞いてみよう。あとはなんか例えば今ねキャリーとか引いてここまで来ちゃった場合、その荷物をホテルまで配達してくれるみたいなんですよ。それめちゃくちゃいいっすよね。なんかあとは早朝とか、これ6時半から行けるらしいですよ。夜は22時まで行けるらしいです。すごいっすよね。ということで自転車借りて、もうこの日のためにねこういうの買ったんですよ。これ見てください。これカメラが上下にブレないようにするやつ買ったんですよ、この日のために。いやー結構気合入ってるんで、じゃあ早速自転車に乗っていきます。ということで早速走っていきましょう。よいしょ。電動すごい進む。いやーこれ果たしてちゃんと撮影できるのか。いや、なんせ自転車撮影なんて初めてですからね。自転車は車道を走らないといけないですから。でまず、ここから鴨川まで目指したいと思います。さあ鴨川までとりあえず早送りしようかな。なんか喋りながら行ってもいいんですけど、喋るのに夢中になっちゃってね、事故しちゃってもダメなんで、鴨川まではスキップさせてください。ということで鴨川までやってきました。見てください。もう早速桜が綺麗。ちょっとここだけなんか押して歩きたいな。ちょっと早速綺麗、めちゃくちゃね。
いやー、今日はねこの鴨川沿いを走って京都植物園まで行きたいなと思ってます。京都府立植物園ね。で京都府立植物園ってだいたいこっから今調べたんですけど 7.7 キロぐらい歩いたら2時間ぐらいかかるって書いてあったんですよ。歩いてやったらいけないんで、そういうコースをね今日は自転車で走っていけたらなと思います。でこの鴨川沿いはね本当にぜひともこの桜の時期に観光に来た人には鴨川沿いぜひ歩いてほしいんですよ。っていうのも鴨川沿いすごいこんな感じで至る所に桜があるんですね。でそれをちょっと桜を見つけるたびに足を止めながら鴨川沿いをね歩いていただくのはすごい京都を知る上ではすごいいい観光になるんちゃうかなと思います。なんか神社とかねお寺とかそういう寺社仏閣もいいんですけど、この鴨川沿いの桜も綺麗ですから、今日はねそういうのをお届けしていけたらなと思います。やばい皆さん、階段に出くわしてしまった。この階段降りれないんでちょっと降りれる場所を探して一旦降ります。降りてこれましたということでここから走っていきましょう。いやーもう見てください皆さん、この鴨川沿いの桜よ。この川沿いを走っていくときに見えるこの左側の桜、もうこんなんがずっと続きますから、ずっとじゃないな、ポツポツなんで途中でね皆さんおなじみの四条大橋とか通りますから、そのあたりもね楽しみにしていただけたらなと思います。このまま10キロ分全部ノーカットでお届けしようと思ったんですよ。なんせザ・リアル京都っていつもノーカットじゃないですか。でもなんかすんごい長い動画になってしまったんで、今回だけねちょっとリアルの名に恥じてしまうんですけど、いい部分だけピックアップしてお届けしようと思います。まずね一つ目がこれです。これ多分ね経って100年以上経ってるんちゃうかな。なんかこういう鴨川沿い走ってるとなんかねすごいこういうのに出くわすんですよ。なんかそれもねこういうバスとか電車じゃなくてね、自転車とか歩きで鴨川沿いを歩いてるからこそ見れるいいスポットなんかなと思います。2つ目がこれちょっとあそこからもう1キロぐらい走ったとこやったんですけど、このね桜、しだれ桜もう今めっちゃ綺麗、しかもピンクと白が結構交互にあってめちゃくちゃ綺麗じゃないですかこれ。こうやってなんか走ってるとこの辺りってねカップルが等間隔に並んでるところなんですけど、ここはカップルが等間隔に並んでなくて、まさかの鴨が等間隔で並んでました。これ結構これ面白くないですか。なんか鴨がほんまに等間隔じゃないですか。このなんか三条大橋あたりってほんまにカップルが等間隔でよくその川辺に座ってる場所なんですけど、まさか人間並んでなくて鴨が並んでたというちょっと面白い映像やったんで、ちょっとこれ切り抜かしてもらいました。で鴨川って結構四条大橋あたりは全然ないんですけど、もうちょっと北に行くとこうやってね川を渡れるんですよ、石畳で。落ちたらもうびしょ濡れになっちゃうんですけど、っていうか京都生まれ京都育ちの子は大体ここで一回落ちるというのを経験するんですけど、これね結構いいですよ。なんか大人も楽しめるというか、なんかもうほんまに真下を水が流れてるんでね、
こんな経験できる場所ってあんまりないと思うんで、結構鴨川にはこういうのがねたくさんあります。でこうやって走ってるとなんかたまにねこうやってもうすごい量の桜が咲いてるポイントが結構あるんですよ、鴨川って。だいたい1キロに2箇所ぐらいだいたいこれぐらい桜の多い場所があります。でもう今日はねブルーシート引いてお花見してる人多かったですね。なんか大学のサークルとかかなと思うんですけど、それにしても桜めっちゃ綺麗ですよね。満開やしすごい綺麗。結構この辺りはね下見ていただいたら分かるんですけど芝生も続いてるんで、もうブルーシート引かずにそのまま寝てる人とかもねたまにいます。ほんまに綺麗。美しい。ここはさっきの場所からちょうどまた1キロぐらいかな進んだ場所にあるんですけど、鴨川デルタっていうねすごい有名な場所です。でここも見ての通りもう左側もすごいでしょ桜。めちゃくちゃすごいんですよ。もう桜の量がもうお花見みんなお花見してる。ほんまにめちゃくちゃすごいんですけど、なんか鴨川近くに下鴨神社があったりとか、京阪出町柳駅があったりとかする関係もあって結構ここ人集まるんですよ。本当になんか海外の方でよくコメントあるのは鴨川デルタめっちゃ好きで昔めっちゃ行ってましたみたいな。今日海外の人も知ってるんやと思うぐらいすごい場所みたいです。もうねさっき見たようなその川をね石畳の上を渡れる部分があったりとか、ほんまにねこの画面中央のこの緑色の部分あると思うんですけど、この辺りこの後ろらへんが下鴨神社なんですよ。だから下鴨神社も行っていただけますしね、すごいいい場所です。でここもね芝生がすごい広く続いてて、もう本当にそのままね寝転がることもできますし、ブルーシート引いてお花見していただくこともできますから、すごいおすすめの場所です。そうこう話しているとですね、ようやく到着しました。ここからが今日のメインターゲットの中良木の道になります。でここ斜め右にまっすぐ行くと京都府立植物園もあって、ちょっとこっからはね自転車で走っちゃダメなので、この道は自転車を降りて歩いて行きたいと思います。この中良木の道の何がいいって、ちょっとね中良木の道の桜って遅咲きなんですよ。だからソメイヨシノ楽しんだ後に、楽しみに来るっていうのもありですし、この中良木の道のこのピンク色のね桜、今まだちょっとね開花してないんで、おそらく多分4月10日ぐらいが見頃になるんちゃうかなと、僕は勝手に予想してるんですけど、4月10日あたりになると思います。でちょっと遅咲きなんでね、ソメイヨシノの時期に間に合わなかったっていう観光客の方とかは結構いいんちゃうかなと思います。でこの中良木の道の桜の何がいいって、本当にねこれ今まだ右側にしか桜が咲いてないと思うんですけど、これねもうちょっと進むと右側だけじゃなくて右も上も左も全部このピンク色の桜に囲まれる場所が出てきます。今ねちょうどね画面中央に出てきてるんですけど、この、
屋根がねついてるんですよ。このおかげでもう右も上もこの屋根からはみ出た左の桜も歩いてるとね囲まれるようになってるんで、本当にトンネルみたいになってるんでね、ここすごいです。ちょっとゆっくり見ていきましょう。ちょっとごめんなさいね、自転車撮影が慣れてないんで、ちょっとたまに画面がブレたりとかしちゃいます。ごめんなさい。今日はね、なんかその左の方、川沿い見てもらったらわかるんですけど、なんかトラックとか止まってたりとか、テント張ったりとかしてはって、なんかお祭りとかあるんですかね。わかんないんですけど、その準備がされてるのか、もしかしたらお祭り終わって撤収しようとしてあるのかちょっとわかんないんですけど、そんな感じの雰囲気を感じ取れました。これですね、この屋根もやっぱりまだ満開とは言えないんですけど、満開と言える状況になるとね、本当にすごいことになるんで、ぜひ皆さんには来ていただきたい。もうすでにこうやってね、咲いてる桜もありました。中木の道自体は、地下鉄北大路駅から降りて徒歩10分ぐらいでも行けるので、ここだけなのであれば別に自転車とか乗っていただかなくても、電車でね、電車かバスかで来ることができます。ほらもうすごいでしょ、この枝が、ほらこの辺からですよ。もう右も左も上もこことかすごいでしょう。もうこれまだ全然咲いてないから分かんないかもしれないですけど、これ咲いたらほんまにすごいですから、これがほんまにすごいですよ。でもうね、僕の地元がこの辺なんですけど、小さい頃からねずっとここでお花見してましたわ。やっぱりね、これ満開になったところの姿もまた見せたいので、また満開になったらね、ここはここで動画にしに来ます。おそらく来週4月10日ぐらいに上がる動画に多分なると思います。で結構ね、見ていただいたら分かるんですけど、観光客の方が全然いなくて、本当に地元民のみ知るみたいな感じの場所になってます。なんで観光地に人が多すぎて疲れちゃった人とかね、ぜひぜひ来ていただきたいなと思います。って言うたらまた観光客の方増えそうですけど、まあでもいいですよね。観光客の方にはたくさん京都楽しんでいただきたいですし。ほらもうこれすごいでしょ。もうトンネルみたいじゃないですか。トンネルですよ。すごい。でここ自体は全長ね、800メートルぐらいみたいで、これね、今北大路から北山の方面向けて歩いてるんですけど、ここでお花見した後にね、北山のカフェとかでちょっとゆっくり休憩してもらったりするといいんかなと思います。北山っていうとね、結構京都の中ではもうおしゃれスポットになってまして、それこそ結婚式場とかも北山に集結してたりとか、洋食屋さんとかもね結構北山に集結してたりとかするんですけどね、カフェも多いので、ぜひぜひ自分好みのカフェとかね見つけていただいたらいいんちゃうかなと思います。
いいですよね。こうやってところどころ咲いてる桜があるから今でも十分楽しめます。美しい。で今日はね、本当はここまでで終わるつもりやったんですよ。この京都府立博物館じゃない植物園のこのながらぎの道で終わるつもりやったんですけど、この先にもっとすごい桜のトンネルがあって、しかもそこはね、名前がないんですよ。名前がついてなくて観光名所にもなってないんですけど、もう本当に地元民の知る人ぞ知るというか、この辺りって京都産業大学とかもあって、その大学生とかも結構いるんですけど、そういう大学生しか知らへんかったりとかする、すごいそこはね、ソメイヨシノがすごい綺麗で、その場所がね、この中良木の道を抜けたところにあるので、最後そこに行って今日の動画は終わりにしたいと思います。もうこの時点でもね、中良木の道の時点でも綺麗やのに、これ以上に綺麗なところなんかあんのかって思うと思うんですけど、いや、あるんですよ、それが。いや、もう本当にね、ここまで動画を見ていただいた方だけが多分知ることになると思います。なんせね、この動画始まってすぐのところでは京都府立植物園までって言うてましたから、おそらく勘のいい方やったら、中良木の道行くんだろうなみたいな、そこでそこやったら俺知ってるわみたいな感じで思われるかもしれないんですけど、いや、今日はね、その先のソメイヨシノの絶景スポットまで行きます。さあここで中良木の道自体は終了になります。で、なんか中良木のね、道の説明とかもこの辺に書いてあったりとかするんで、よかったら読んでほしいんですけど、でこのね先です。この先にワープします。ほら、ワープしました。ここはもう中良木の道通り過ぎた道路の向こう側なんですけど、桜がまず左側から出てきますよ。すごい綺麗でしょ。いや、それだけじゃないんですよ。こうやってね、川沿いに桜生えてるだけやったらよくありますよ、鴨川沿いなんてね。でもね、こうやって右側にもソメイヨシノが、でもこの前の車とかトンネルくぐり抜けてきてるみたいに見えませんか？もうめちゃくちゃ綺麗でしょ、ここ。ほんまに桜の量がね、半端なく多いです、ここは。でしかも両サイドに桜が咲いてたりとかして、ソメイヨシノのトンネルになってるんですよ。いや、もうここはね、なんか誰か名前つけていただきたい、本当に。名前がないから Google 検索で検索とかしても多分出てこないんですよね。なんでちょっとこの場所のGoogle マップちょっと一応貼っとくんですけど、貼っとくつもりではあるんですけど、貼れるかわからないんで、ちょっと中良木の道から抜けたところにあるもんやと思って、ちょっと皆さんもし興味ある方はね、行ってもらったらいいんちゃうかなと思います。もし自転車以外で来るんやったら、京都市営地下鉄の北山駅で降りたところから鴨川沿いに歩いていただけると、ここに到達できると思います。いや、でもすごいでしょ。もう綺麗。まだまだ続きますよ。
これどこまで続くかというとですね、最終上賀茂神社までこの桜が続いてます。なんでこのまままっすぐ歩くと最後に上賀茂神社までも行けてしまうと。もう一度で二度おいしいですよね。中良木の道行ってこんだけ大量のソメイヨシノ見て、最後に上賀茂神社も楽しめて最高じゃないですか。いやもうこことかもうさっきの場所よりも桜多いですよね。ほんまにソメイヨシノのトンネルですよ。美しすぎる。結構車とか通るんでね、ここを通り抜けるときは皆さん交通事故とか気にしてくださいね。ということで今日の動画も終盤に近づいてきました。ちょっと今回はアテレコなんでこの辺からエンディング撮っていきましょうか。今日の動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントも動画作りの励みになりますんでよろしくお願いします。コメントを書く際はぜひ母国語で書いてください。日本語じゃなくても英語じゃなくても大丈夫です。皆さんが一番扱いやすい、言語でコメントを書いていただければなと思います。リクエストとかもそこに書いていただいたりとかねしていただいたら僕そこまでスケジュールが合えば行くんでリクエストとかも書いてください。今日のね鴨川デルタとかも海外の方がコメント欄で鴨川デルタ行ってほしいっていうリクエストがあったんで行かしてもらったんですよ。だからほんまにねリクエストとかあったらぜひぜひ言ってください。さあフィナーレに差し掛かってまいりました。すごいです本当に桜の量が。でもうちょっと行くとね実は右手になんかカフェみたいなのも出てくるんですよ。でそのカフェの2階でこの桜見ながらコーヒー飲めるっていう最強のカフェがあるんで、もし気になる方はぜひそこも行ってみてください。多分ね動画の最後の方に一瞬だけ出てくると思います。この動画の最後の方にどこやったかな、この辺のはず、この辺のはず、あ、ここだ、ここだ、この今右手のところ、右手のところ、ちょっと名前わかんないんですけど皆さん気になる方は行ってみてください。ということで今日の動画はこれで終わりにします。皆さんありがとうございました。バイバーイ。